知ってますよ。ライカからライカ Q3 が発表されたこと知ってますよ。6000万画素になって AF も良くなってチルト液晶になってさらに転送も良くなって動画性能まで良くなってるライカ Q3 のこと知ってますよ。欲しくないの？どうも、ケイスケです。発表されましたね。ライカ Q3。欲しくないというか、いろんなところから声がね、上がってますけども、僕はですね、買えません。今ね、買ったら、お金がなくなってしまうんですよ。90万ぐらいするんでしょあれ。ね。90万ぐらいするカメラを買ってしまったら、僕はね、お金がなくなってしまいます。のでですね、ちょっとね、リアルなところ今回はですね買えませんという話ではあるんですが、いやね冷静に考えたらするよね。だって今回の、ライカ Q3 のスペックなんですけども、僕が持ってるのはこちらのねライカ Q2 ですね。でライカ Q2 大好きなカメラです。ライカ Q2 からすごいスペックの部分は進化していて、画素数が6000万画素、これはだいたい4700万画素、4800万画素ぐらいだったんですけども、6000万画素になりました。かつこのモニターっていうのがこれは動かなかったんですけどもチルトモニターになって、で動画性能もなんと 8K まで撮れるようになって、でプロレスローまで撮れるようになってるというロー動画も撮れるカメラになっちゃってるっていうね、すごいカメラです。でさらにオートフォーカス、このねライカ Q2 はコントラスト AF って言って、オートフォーカスは正直遅かったんですけども、それが速くなって、でそれに加えてなんか外付けのグリップかなんかをつけると、なんと地位充電、要はワイヤレス充電にも対応するというなかなかロマンのあるモデルになっています。僕がライカ Q2 使っていて唯一不便に感じるところが、画像の転送みたいな部分なんですけども、それもかなり速くなっていて、ライカのDNG、要はローの写真が 2,3 秒で転送されるという形になっております。なんですけどもですね、僕はね、買いません。本当にね、今回は、ちょっと買えない、買えないというか、買わない理由みたいなのもちゃんとあってですね、僕はライカ Q2 持ってるんですよね。で、このライカ Q2 なんと見てほしいんですけども、でねんと限定モデルです。はい。ライカの赤ロゴではなく、このね、黒地に金という、ちょっと特別なモデルのライカ Q2 を持っています。もう本当に不幸中の幸いなんですけども、限定モデルを持っているおかげで、Q3 は買わなくて済みそうです。はい。限定モデルの Q3 が出たらちょっとね、わかんないんだけども、基本的には Q3 を買わず Q2 でいこうと思っております。でも前提、僕はこのライカ Q2 大好きなんですよ。あんまりねこう動画に出てくる瞬間は多くないかもしれないんですけども、結構毎回旅行、ほとんど 100% かな、旅行には持って行っていて、本当にこのカメラで撮る旅行の思い出っていうのは最高です。やっぱこの 28mmF1.7 っていう画角で、すごく広くも撮れるっていうのが僕はかなり気に入ってまして、そういう点も含めて僕はねこのカメラを使い続けてます。限定モデルっていうところもあると思うけど、でもこれねちょっとまた別に動画にしようと思うんだけど、今ってコンデジがすごい流行っていて、でリコーの GR3 とか流行ってるんですよ。でリコーの GR3 もいいカメラだと思うんですけども、やっぱ僕がメインで使ってる動画のカメラって FX3 とか、ZV-E1 っていうカメラとかね、要は、動画のスペックで言うとフルサイズでもう最高スペックですよっていうものを使ってるんですけども、それでサブ機がリコーの GR3 だともちろんいい写真撮れるんだけど、やっぱね同じ質感ではないんですよね。フルサイズと APS-C っていうセンサーが一回りね、リコーの GR3 の方が小さかったりするので、やっぱちょっと最高画質じゃないかもっていう心のね、これはもう僕の納得感の問題なんですけども、そういうのがあって僕はどっちもフルサイズでいきたいなと思っています。ってなるとこのねライカ Q2 最高すぎて、僕はもう毎回持ってっちゃうという感じになってて、もう本当に写真いっぱい見てほしいんですけども、このライカ Q2 が最高です。ケイスケの動画で、ここまで散々ね、ライカ Q3 のことは褒めてきて、ライカ Q3 正直僕もね、いいなと思ってるんですけども、ライカ Q3 を買わない理由は値段以外にもあって、それはね、便利すぎるっていうところなんですよね。で、僕はね、ライカ Q2 とかライカのカメラにそんなに便利さを求めてないんですよ。って言ってもある程度のオートフォーカスは欲しいっていうのは、やっぱりパートナーに持ってもらった時にサクッと写真を撮ってもらえるっていうのはこのライカ Q シリーズの魅力だと思っていて、オートフォーカスはギリギリ入ってて欲しいんだけども、なんかモニターとかもできれば動かないで欲しいし、
なんか動画とかもめちゃくちゃ綺麗じゃなくていいんですよ。ロー動画とか撮れなくていいの。なんかむしろそういうのができちゃうといろいろやりすぎちゃうんですよ。ライカで何でもできちゃうじゃんって思うと、こうなんだろうな、この写真を撮るっていう本来のライカのスナップカメラとしてのあり方みたいな部分がちょっとね薄れてきちゃうような気がしてて、僕の使い方としてはライカ Q2 で十分なんですよね。まあもちろん USB-C 充電ができるとかすごい便利だなと思うし、あとはオートフォーカス速くなったのもいいなとか、モニター便利だよねとかも思うんですけども、やっぱこの不便の中で撮ってる写真っていうのが僕はね結構好きで、なんかねこのカメラを使いたくなっちゃうんですよね。で、あまりに便利すぎると僕はねソニーのカメラとかと被っちゃうので、まあ1台だけ持つっていう人はカメラもいいのかなと思うんですけども、他にカメラを持ってて、例えば動画用のカメラとかを持ってて写真はライカで行くよっていう人が買うカメラではないのかなとかも思っています。まあそこのところはぜひね知っててほしいかなと思っています。僕が本当にこのライカ Q シリーズ、僕ライカ Q シリーズのファンなので、ライカ Q シリーズ持っててよかったなって思うところで言うと、やっぱりその手軽さ、画角、画質、この3つなんですよね。手軽さ、やっぱりこのレンズを交換しなくてもいい、これだけで持っていけるっていう手軽さに、画角っていうのが 28mm っていうちょっとね普段僕が使うレンズよりもやっぱ広いんですよ。やっぱこう物撮り好きな人とか、写真好きな人、まあスナップシューターは 28mm 使うこと多いんですけども、スナップとかじゃない方って 50mm 以降の中望遠使うことも多かったりするんで、この 28mm っていう画角、ある程度広い画角っていうのが結構新鮮なんですよね。そのね絵作りがめちゃめちゃ新鮮っていうのもそうだし、あとはまあやっぱフルサイズのボケ感、フルサイズならではのボケ感、まあもう一個付け加えるとしたら持ってる時のテンション感もそうなんですけども、もう全て体験において僕はこれが大好きなんです。まあ、ライカ Q シリーズと言わずライカ全体にはそういう体験がねあると思っていて、僕はそういった意味でライカのカメラすごい好みで使っています。なんでそういう体験楽しみたいっていう方はぜひねライカのカメラ買ってみてほしいなと思います。まあ僕は便利すぎるカメラが欲しかったわけじゃないのでライカ Q2 でいいかなと思ってるんですけども、まあある程度便利な、動画とかも撮りたいよとかそういう方はライカ Q3 とかもぜひね検討してみてほしいなと思います。まあ手ブレ補正の感じとかはあんまり変わってないので、実際使うところで言うとまあ全然ね、動画っていうよりは写真で使うのかなとも思うんですけども、本当にライカのラインナップはいいシリーズなので、ぜひチェックしてみてください。ケイスケの動画ということで僕はですね、今回の動画ちょっと撮りたかっただけなんですよね。ライカ Q3 買うのかっていう、ね、声が各所から聞こえてきたので、ちょっと今回は買わないですと。まあもしかしたらこのね黒金のモデルが出てきたらワンチャンあるかもしれないんですけども、今んところはね買う予定がなくですね、まあ友達のね iPad 芸人の平岡くんが買ったという噂は聞きつけているので、彼のお家に忍び込んでちょっとねライカ Q3 を拝借するという形で今後も運用していきたいと思います。はいということで今回の動画がためになったとかそういう話じゃないと思うんですけども、ぜひライカ買った方は僕とね一緒に写真とかも撮りに行きましょう。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。いつもとは違う画角で失礼しました。バイバイ。そういえば、来週ですね、宮古島に行ってきたいと思います。宮古島で全然初めて行くので、ちょっとどういう感じかわからないんですけども、もしなんかこういうのがおすすめとかいうのがあれば、ぜひですね、コメントの方で教えてくれると嬉しいなと思います。まだ1個も決まってないから。